はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、メトロノームですね。クリックって言われるやつですね。カン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 。ね、あれについてちょっと語ってみたいと思うんですけれども、今日話すことっていうのはですね、単にメトロノームだけの話じゃなくてですね、自分のタイム感ですね。音楽やってる時のタイム感とかビートの取り方とかそういうことに密接に関係しているので、語っていきたいと思うんですけども、おそらく、なんだろうな、あんまりちょっと伝わりづらい分野かなとも思うんですけれども、僕は若干伝わりづらいこととか、タブー視されてることとかね、その音楽の中でタブーされてることとか語るのが、僕的には大好きなので、ちょっとやっていきたいと思います。で、今日やることはですね、3つあります。1つは実演、それから説明、それから、最後に僕自身の経験談ですね、これを語っていきたいと思います。それで何よりも大切なのがこの2番目の説明です。説明がもうめちゃくちゃ大切だと思うので、他の2つは見なくても極論いいので、説明の部分だけはね、ぜひ見ていって、ください。で、今日のこのメトロノームとかの話なんですけれども、あくまでもですね、そのリズムセクション、例えば、ドラムとかベースとか、ギターとかではなくて、あくまでも我々管楽器なので、そのフロント楽器ですね、フロント楽器からの視点で見たそのメトロノームの概念、それからタイムの概念ですねを、今日は語っていきたいと思います。じゃあね、早速実演の方行きたいんですけれども、簡単に初めに説明すると、メトロノームをすごくゆっくりで鳴らすんですよ。40とかのテンポでカンカンって言って鳴らして、それでワン、ツー、スリー、フォーって数えたちょうど今日はですね4つ目の4拍目にそのカンが来るようにします。だから、ワン、ツー、スリー、カン、ワン、ツー、スリー、カン、ワン、ツー、スリー、カンっていうタイム感で、やっていきます。じゃあね、早速準備して、実演をやります。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、荒かったですね、演奏ね。いいや、取り直すのめんどくさいから、いいや、これで。で、早速説明の方入りたいんですけれども、説明が一番重要なので、よく聞いておいてください。で、まず大前提として、いきなり言っちゃいますけれども、このタイム感っていうのはですね、このフレーズの中、1個のフレーズの中でずっと同じスピードで音符が並んでるわけではないっていうちょっと分かりづらい概念が一つ。それから、アンサンブルやバンドメンバーですねっていうのは全員100人いたら必ず100人ずれるっていう点、もう間違いなくずれます。それと3番、タイム感っていうのはね、小刻みで合わせていくものではないっていうのをちょっと伝わりづらいと思うんですけど、それを大前提でね、今日は説明していきます。じゃあ早速1枚目の写真見てみましょう。はい、これですね。自分のビートっていうのが赤、ポン、ポン、3、4、1、2、3、4ってあったら、今回はね、そのメトロノーム、青いのが4拍のとこでポンってなってたわけですね。なので理想論としてはぴったりこの4拍目に合うと。で、それに対して自分の演奏、一番下にあるのが、ちょっと適当に貼ったんですけれども、そのぴったりこの縦の列がでこの3つ合うのが望ましいということです。これがね、もちろん皆さんが思われている理想論だと思います。ところが2枚目の写真、はい、見ましょう。弾いてるとですね、必ずメトロノーム、青い点ですね、がずれてきます。早かったり遅かったりね、します。これ 100% ずれます。もうずれない人は世の中にいません。はい。なので、まずそれを前提に語りますと。はい。じゃあ次の、写真なんですけれども、そうやって青いメトロノームがずれていくとですね、
何をするかというとですね、赤い自分のビートをその場でこう調整していこうとしてしまうんですね、皆さん。で、それは決して合ってるとか間違っているの話ではないんですよ。それで、メトロノームがカンって鳴った瞬間にですね、あ、やばい、ちょっと自分早かったから遅くしなきゃって言って、一瞬でこうビートをずらしていくと。それで瞬時に元のビートに戻そう、元のタイム感に戻そうって動きをする人がおそらくものすごい多いんですね。で、今日語りたいことはこれで、僕の中では実はこのタイム感っていうのは瞬時に戻したり調整したりするもんではなくてですね、この写真でいうところのこの自分のビートっていうのが4つあったら、それを全体的に捉えてですね、ちょっとずつ元に戻していく。つまり自分が出している1、2、3、4っていうのを崩さずに、なんとかそのメトロノーム、つまりメトロノームっていうのは何かっていうと、そのバンドとかアンサンブルの実際の演奏の場合にはそのバンドメンバーになるわけですよ。バンドメンバーにいかに自分が1、2、3、4って信じていたものをいかにそのバンドにぶつけていくかという非常にちょっと分かりづらい例えだと思うんですけれども、僕の中ではメトロノームで練習するっていうのはそういう自分が持ってる何て言うんだろうな、自分がどうやって合わせていくかっていうのを気づかせてくれる道具の一つだと私は思います。それでじゃあちょっとずれてるのは良くないんじゃないかっていう考え方がここにはあるんですけれども、僕は決してそうは思わなくてですね、ちょっとずつずれているものがそのまま長い時間かけてずれたままいくとかですね、自分が出してる1、2、3、4とバンドメンバーが出してる1、2、3、4感じてるそのタイム感がちょっとずれていてもめちゃくちゃかっこいいグルーヴに聞こえることが多いんですね。なので、僕の中ではその自分が信じたこのビートっていうのはですね、決して瞬時に戻してバンドに合わせるものではないと実は僕は思ってます。瞬時にですよ。瞬時にピュッて戻したり、ピュッピュッピュッってこの一個一個のビートで戻したりするものではないと僕は思っております。はい、じゃあ、そうですね、この写真に急に合わせないって書いてありますけれども、じゃあ例えば4拍目がずれた瞬間に、あ、やばい、戻さなきゃって言って、ちょっと、ですね、早くしたりですね、こうすると、そのグルーヴっていうか、このビートのうねりっていうのがなかなか出てこないと思います。はい、じゃあ次の写真見てみます。自分から出すビートが一番重要と赤文字で書いてありますが、これが何かっていうと、さっき僕もデモ演奏の時に弾く直前に1、2、3、4、ってやってましたけど、あれっていうのは何かっていうと、そのメトロノームが鳴っている感覚で自分のビートっていうのを確定させていくんですよ。これ一見当たり前に響くかもしれませんけれども、すごい重要でですね、特に何が重要かというと、今回でいうとメトロノームは4拍に1回しかポンって音を出してないわけですから、残りの3つですねがものすごいその自分のタイム感が必要だと。で自分が演奏している時ですね、この自分のビート1、2、3、4っていうのが出てる人っていうのはですね、その演奏を聞くともうすごい分かるんですよ。あ、この人自分からビートこう感じてるなという風なのが分かるので、僕はその自分のビートですね、この1、2、3、4っていうのはその一番下の段にある自分の演奏とはまたちょっと違うんですよ。演奏弾いているドレミファソラシドとかいうのとは全く関係なくてですね、これはね、その裏側にある自分のタイムの取り方っていうのが必ずあるんですね。わかるかなこれ。ちょっとね、この分野ね、非常に分かりづらい分野だと思うんですけれども、僕のね、本音ですね、これがね。で、説明長くなったんですけれども、僕が思うには何が重要かっていうと、メトロノームにカン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 って言ってこう合わせていくんではなくてですね、自分がそのカン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 っていうタイムに対してぴったり弾いていくのか音符を、それともちょっと後ろにずらして弾くかっていう、そういうメトロノームってあくまでも指標に過ぎないと思うんですよね。
はい。あともう一つ重要なのは、その僕ら皆さんそうですけども、機械と合わせて演奏することってほとんどないんですよ。あります。あるんですよ。イヤモニつけながらね、ポピュラー音楽とかね、弾くときって、もうすでにそのステージ上でカン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 って何ですか、そのメトロノームっていうんですか、そのクリックがこう聞こえてきて、それに合わせて演奏することもあるんですけれども、それ以外のね、そういうイヤモニター使わないやつとか、もう全然そんなのないじゃないですか。なので、自分のタイム感を育てるために、自分からビートが見えるような演奏をすると。さっきも言いましたけど、自分からこうビートをこう感じて出してる人の演奏を聞くと、もう一発でわかるんですよ。あ、この人自分のタイム感があるなみたいな、という感じなんですよね。いやー、どのぐらい伝わるかな、これちょっと難しいですね。あとそのメトロノームってね、このカン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 、ワン、ツー、スリー、フォーってあるじゃないですか。それをいくつ鳴らすかもね、僕重要だと思うんですよ。この4つ鳴らしちゃうとどうしてもね、合わせたくなっちゃうと思うんですよね、その場でね。なので僕の場合は、もしやるんだったら、1個とかに絞ってですね、1小節の中で1個だけ。で、残りはもう自分でもうタイムを出していくっていう。そういう練習あんま多分してる人いないと思うんですけど、もしやるんだったらね、これもすごい重要な練習法の一つだと思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ最後にね、自分の経験を語りたいと思うんですけれども、じゃあこのメトロノームですね、メトロノーム、僕の場合はどうかというとですね、この30年、サックスやり始めて30年、その前ピアノやってたんで、もうね、40数年間音楽やってるんですけれども、メトロノームですね。一回も使ったことないです、僕は。メトロノーム持ってません。で、極論でそれは言い過ぎだろうって思う方もね、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、僕は使ったことないですね。なぜかっていうと、やっぱりなんだろう、おそらく若い頃、そんなね、10代とかの時にわざわざこんなメトロノーム鳴らしながら練習するのが多分億劫だったんですよね。まずはもともとは多分そういうところから来たんですよ。もうめんどくさいと、メトロノームなんかセッティングしてね、それに合わせてこう練習するのはめんどくさいっていう風なところから来たとは思うんですけれども、で、そうですね、ジャズ始めて、しばらく経ったらですね、そのメトロノームに合わせて練習するっていうのが、おそらくなんだろう、その周り、バンドでみんなでね、セッションとかで練習する方が、タイム感ものすごい100倍育つなということに後から僕は気づいたので、結果的に初めからメトロノームね、子供の頃から使ってなくて今も使ってないっていうのは、おそらくそういうことがあると思います。僕は決してメトロノームを使うのを否定している人間ではないです。なので、使い方ですね、どうやって使うか。こう皆さんね、いろんなことを言うんですよ。裏拍。この、8分の裏で取るとか。もしくはね、なんかいろんな使い方があると思うので、いろいろ役に立つとは思うんですよね。なんですけども、極端に、カーンって鳴る回数を減らして、あとは自分のタイム感を育てるっていうその考え方も僕はもうめちゃくちゃ重要だと思うので、ぜひ皆さん騙されたと思ってですね、やってみてください。ちなみに今回のデモ演奏なんですけど、僕もね、もう全然やらないですけど、ああいうことは、今日やってみて思ったのは、ああ、やっぱりずれるなと。やっぱり人間なんでね、必ずずれます。僕の中で、今回弾いてみて、思ったよりずれました、僕。おおと思って、こんなずれちゃうんだってこう思ったんでね、そこはね、今後もちょっと注視しつつ、ね、演奏していこうかなと思ってます。はい、ということで今日はですね、ちょっと分かりづらい分野だったかもしれないんですけれども、ぜひ皆さんも実験してください。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。